ヒロインという概念がなく、全ての登場人物がヒーローとして活躍する僕のヒーローアカデミア。あなたが好きなヒロアカカップルはどのカップルですか？爆豪夫妻。ということで今回はヒロアカカップリングについて解説していこうと思います。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。この動画を見終わった時、あなたは爆豪ってマジでモテないんだなと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。ヒロアカの代表的なカップリングといえば、デクとお茶子がまず思いつく人も多いのではないでしょうか。公式カップリングだよね。作中ではお茶子からデクへの恋愛感情が描かれることが多いのですが、実はデクがお茶子を意識している描写も多く、デクが作中で女子と話している時に赤面しているのはお茶子の時だけだということを知っていますか？デクってクソナードの割にはお茶子以外の女子と普通に喋ってるよね。最初はお茶子と目も合わせられないほど緊張していたデクですが、終章では真顔でお茶子を口説くようになり、女子に対しての免疫がかなり高まっているのがわかります。デクって初対面の人でも普通に仲良くなるし、格上の人にもビビらないし、普通にコミュ力高いよね。お茶子自身はデクの行為に気づいておらず、片思いだと思っているので、初音メイのラッキースケベやオタトークする様子にジェラシーを感じていますが、デクと初音当の本人たちはお互いに恋愛感情は全くなく、単純にオタク友達といった間柄なので、終章では初音のラッキースケベを食らっても動じなくなりました。確かにデクって最初のラッキースケベの時はドキドキしてたけど、初音ちゃんに体をまさぐられてもゾッとしているだけで、異性としては意識していないみたいだね。デクがお茶子以外で赤面した相手といえば、最終決戦で戸賀卑弥呼に告白された時が思い浮かびますが、女子に告白されること自体初めてだったデクは、戸賀卑弥呼のいきなりの告白にびっくりしただけのように見受けられます。他のヒロイン候補だと、劇場版1作目の2人の英雄に登場するメリッサも相性良さそうだけど、どうなのかな。年上で性格も良く、ヒーローとサポーターという仕事上の関係性もバッチリで、お互いにオールマイトが大好きという共通点もあるので、正直お茶子よりも相性が良さそうなメリッサですが、映画の中でもあまり恋愛に発展しそうな雰囲気ではなかったですね。メリッサはまんざらでもなさそうだったけどね。次のカップリングは雷電気と次郎京香です。一番うまくいきそうなカップル。チャラそうに見えて意外と誠実で、人のことをよく見ている雷と、ボーイッシュに見えて意外と乙女な次郎は、クラスでも席が隣同士でよく2人で盛り上がっている描写が多く、雷の行動一つ一つが次郎のツボに入るようで、2人の相性はかなり良いのではないでしょうか。お互いにロックな服装だし、趣味が合いそうだよね。全面戦争編では最前線に駆り出され、不安に押しつぶされそうになる雷に対してミッドナイトが、誰かのために頑張るのが難しいなら一番大切な人を思い浮かべなさいとアドバイスされた際、一番最初に次郎の顔が思い浮かび、勇気づけられる雷の様子が描かれているので、雷が次郎のことを大事に思っているのは間違いないでしょう。大人になって同窓会とかしたら普通に結婚して子供連れてきそう。ギガントマキアと遊衛星が戦った場面では B 組の柳玲子に膝枕されてデレデレする雷もいましたが、普段から友達思いの雷は彼女ができると一途になりそうですよね。次のカップリングは霧島英二郎と芦戸美奈です。この2人は愛情ってより友情って感じがするよ。恋愛に憧れる芦戸美奈と硬派な霧島は同じ中学出身で接点も多く、恋人関係に発展しそうと思われがちですが、作中ではお互いが異性として意識している描写はほとんどなく、親友といった間柄が一番しっくりきそうな関係性です。全面戦争編では芦戸ちゃんをかばってたりしたけど、お互いに意識している感じではないよね。単純な恋愛感情ではなく、腐れ縁といった感じの雰囲気が流れており、恋人に発展するよりかは尊敬できる親友に収まるような気がしますね。最終決戦で霧島くんが芦戸ちゃんに、昔からお前は俺のヒーローだって言ってたから、恋人関係に発展するのは時間がかかりそう。次のカップリングは轟翔太と八百万桃です。推薦組カップル。この2人の馴れ初めは教師と生徒が戦う期末試験で共闘したことがきっかけです。
ヤオモモがスランプに陥ってた頃だよね。成績優秀で何でもできるお嬢様として育ってきたヤオモモは遊泳に来てから自分の実力がうまく発揮できておらず自信を喪失していたのですが、同じく推薦入学で数多くの実績を残していた轟翔斗から委員長投票でお前に投票したのは俺だと明かされたことで自信を取り戻し、ヤオモモの立てた作戦が功を奏したことで試験をクリアすることができました。一番成績優秀な人に認められてたっていうのは自信につながるよね。その後も試験ごとにお互いを心配しているような描写が多く、堀越先生の書き下ろしイラストでも2人で子猫と戯れる様子が描かれています。家系もお互いに名門同士だし、いろんな意味で相性が良さそうだね。恋愛描写は少なめの2人ですが、ヒロアカを代表するイケメン枠である轟翔斗には過激なファンも多いため、逆恨みからかヤオモモアンチがかなり多いようで、某掲示板ではヤオモモアンチスレが盛り上がっているらしく、仮免試験で A 組みんな頑張っているのにヤオモモは轟の心配しかしていない。クラス対抗戦で負けたくせにヤオモモばかり挙げられてて気に食わない。中の人がイベントやラジオで轟とヤオモモを公式カップルのように扱っているのがムカつくなど、ごく一部の過激なファンから批判の声が上がっているようです。声優さんの件はちょっとかわいそうな気がするけどね。ヒロアカの人気投票でヤオモモに投票してくれたファンに対して言った、全国の轟くんたちありがとうという発言が炎上した件ですね。これはヤオモモに投票してくれたファンの人たちを学級委員長投票で轟がヤオモモに投票したことにリンクして、ヤオモモに投票してくれた人イコール轟くんたちという意味で発言したのですが、轟がヤオモモに惚れていると公式側の人が決めつけている、許せないとねじ曲げて受け取ってしまったファンの間で炎上したという背景があり、それだけカップリングというのはデリケートな問題だというのがわかりますね。小説版では林間合宿でヤオモモを抱えて避難していた B 組の合わせ溶接が、それ以来ヤオモモのことが気になっていて、バレンタインにヤオモモからチョコがもらえないか期待しているシーンが描かれていたけど、この心理描写ってめちゃくちゃ高校男子っぽいよね。思春期の高校男子はとりあえず触れ合った女子全員に惚れちゃいますからね。次のカップリングはオジロマシラオと葉隠徹です。ほぼ公式カップル。ヒロアカの作中で明確にカップリングを匂わされているのはデクとお茶子のみですが、オジロと葉隠が仲良くしている描写もかなり多く描かれており、スピンオフのチームアップミッションではキスもしています。よく見るとこの2人っていつも一緒にいるんだけど、オジロくんの存在感も薄いし、葉隠ちゃんも透明だからいまいち認識されていないよね。オジロは存在感の薄さをよくネタにされていますが、小説版や劇場版ではかなり女の子にモテている描写が多く、バレンタインのチョコレートも轟翔斗に次ぐレベルで数多くもらっているようですね。ほぼ全部義理チョコらしいけどね。お互いに存在感がないためカップル論争に巻き込まれず平和な2人だったのですが、最終決戦の緊迫した展開の時に突如葉隠徹の素顔がカラーイラストで投稿された直後から葉隠のあまりの可愛さにヒロアカファンのチー牛たち全員が心を奪われ、葉隠とイチャコラしているオジロにヘイトが集中し、オジロを許さないというスレが乱立。オジロくん君を殴るという名言とともにチー牛オールフォーワンが大量発生しました。期末試験で葉隠ちゃんのおっぱいに偶然肘が当たっちゃったスナイク先生も憎悪の対象になってたのは面白かったね。次のカップリングは UA ビッグ3の天敷玉木と波動ねじれです。底抜け陰キャと底抜け陽キャのコミショカップル。ネガティブ思考でまともに顔を合わせて会話ができない天敷玉木と、好奇心旺盛すぎて相手の気持ちを考えずに質問攻めしてしまうねじれちゃんは正反対の性格に見えますが、どちらも初対面の人とはうまく信頼関係を築けないことが共通しています。ねじれちゃんは明るい性格だから友達多そうだけど、そうでもないんだ。天真爛漫で底抜けに明るい性格のねじれちゃんは基本的に人の気持ちを察することが苦手で、何でもかんでも気になったことは聞いてしまう癖があるため、UA 入学時はクラスメートから嫌われていました。そんなねじれちゃんの様子を見ていた天敷玉木は、自分も小学生の頃転校してきた直後はクラスに馴染めず悩んでいたところをミリオに助けられたことを思い出し、コミュ障ながらも勇気を出してねじれちゃんに話しかけ友達になったという過去があります。ミリオが天敷くんのヒーローだったように
天敷くんはねじれちゃんのヒーローだったってことだね。遊泳文化祭のミスコンでは天敷もねじれちゃんに見とれているような描写があり、ねじれちゃんも天敷をフォローするような行動が多いため、2人の相性は良さそうに見えますね。次のカップリングは剣道いつかとモノマネイトです。この2人はカップルと呼んで良いものなのか。暴走するモノマを剣道が鉄拳制裁するという、もはや夫婦漫才のような2人の間柄ですが、恋愛に発展するような描写はかなり少なく、スピンオフや小説版でもお互いに意識しているようなところはありません。仲がいいのか悪いのかすらわからないよね。ミスコンに剣道をエントリーさせたのはモノマなので、剣道のことは美人だと思っているようではありますが、剣道をミスコンに出場させることで演劇の時に自由にできるようにしている節もあるため、正直この2人に恋愛感情が芽生えることはなさそうです。相性的には同じ熱血系の鉄鉄の方が良い気がするよ。鉄鉄の猪突猛進でまっすぐな性格に対して好感を持っている剣道ですが、恋愛感情ではなく単純に馬が合うといった印象ではないでしょうか。次のカップリングは小森きの子と黒色支配です。これは完全に黒色支配の片思いだね。黒色の片思い具合は非常に分かりやすく、小森に話しかけられると動揺してしまったり、常闇と小森が話していると嫉妬しているような描写もありましたね。書き下ろしイラストではドラゴンボールをみんなで読んでいる時に、トランクスが好きという小森に対して、俺もトランクスが好きと言おうとして緊張している黒色支配が描かれています。きのこちゃんって魔性の女っぽい雰囲気があるから隠れファンが多いのかもね。次のカップリングはアスイツユと峰田実です。この2人は恋愛に発展するのだろうか。性欲の権下である峰田は女子であれば見境なく興奮してしまい、ほとんどの女子は嫌悪感から避けてしまいがちなのですが、つゆちゃんだけは峰田にしっかりと制裁を加え制御することに成功しています。峰田って一番つゆちゃんにしばかれているよね。作中では恋愛描写はほとんどありませんが、グッズなどではセットで描かれることも多く、ある意味公式カップリングと言っても過言ではありません。つゆちゃんって A 組だと恋愛描写はないけど、クラス対抗戦でつゆちゃんのベロで拘束された B 組のつぶらばくんが顔真っ赤になっていたよね。つぶらばはあれ以来つゆちゃんのことを意識してしまっているようで、小説版ではつゆちゃんからバレンタインチョコがもらえないかとドキドキしている様子も描かれています。そう考えると峰田って毎回つゆちゃんと濃厚なキスしてるって言っても間違いじゃないのかも。次のカップリングは鉄物高校の公式カップル新藤陽と中亀畳です。この2人は公式が正式に付き合ってるって公言したんだよね。本編では明確に付き合っているとは書かれていませんが、公式ファンブックで2人は付き合っていますと明記されていたことから、ヒロアカの学生カップルの中では唯一正式に付き合っていることが確定している男女です。中亀ちゃんは新藤くんの裏の顔までよく知っているみたいだから、かなり昔からの付き合いなのかもね。お次のカップリングはイレイザーヘッドと水ジョークです。結婚適齢期の2人。イレイザーがまだ教師になる前のプロヒーロー時代から交流がある2人は、事務所が近かったという理由で顔を合わせることが多く、その頃から水ジョークはイレイザーに求婚し続けているようです。イレイザーの過去回想でも水ジョークは出てきているね。底抜けに明るい性格と周りの人を笑わせる個性を持つ水ジョークはいつも仏頂面のイレイザーを笑わせてやりたいと思っているようですが、いつも先手で個性を抹消されてしまうため、その野望は未だ叶っていないようです。イレイザーが爆笑する様子が見てみたいとはいうものの、水ジョークは意外と口が悪く寡黙で合理的な性格のイレイザーとの相性はあまり良くなさそうなので、もし付き合ったとしても長く続かないかもしれないですね。なんとなくだけどイレイザーには姉さん女房の方が相性良さそう。ファンの間ではイレイザーとマンダレイがカップリングされることもあるようで、合理的で感情をあまり出さないイレイザーには年上で精神的な余裕があり、テレパシーで通じ合えるマンダレイの方が相性はいいのかもしれません。お次のカップリングはジェントルとラブラバです。この2人が一番熱愛だよ。一見すると英国老紳士とゴスロリ幼女に見えるため犯罪臭がプンプンするジェントルとラブラバですが、実年齢はジェントルが32歳、ラブラバが21歳と9歳差のため違法性はありません。
もともとはラブラバの一方的な愛情ではありましたが、次第にジェントルにとってもラブラバはかけがえのない大切な存在になっており、終章ではラブラバに会いたいがためにジェントルは収監されていた刑務所の極悪ヴィランたちの脱走を一人で食い止めるという快挙を成し遂げます。愛の力は偉大だよ。相思相愛になった2人の愛情は凄まじく、相手を愛すれば愛するほどパワーアップするラブラバの個性。愛で強化されたジェントルは墜落する UA 高校を一人で支えるほどのパワーを発揮しました。パワーだけなら全盛期オールマイトに匹敵するのでは。お次のカップリングは戸賀卑弥呼と TWICE です。お笑いヴィランカップル。31歳のおじさんである TWICE が17歳の JK 戸賀卑弥呼にアプローチしまくる事案発生な2人ですが、お互いにノリの良い性格は合うようで、扉絵や書き下ろしイラストでも2人セットで描かれることが多いようです。ツイッターイラストでは2人で TikTok 踊ってたね。戸賀卑弥呼自身も TWICE には好意的だったようで、TWICE がホークスに殺された時は殺意をむき出しに暴れまくり、好きな相手なら個性も使えるようになる変身の個性では、お茶子と TWICE に変身した時だけ個性が使えるようになり、ダビや信楽に変身した時には個性までは使えませんでした。友達としての好きレベルじゃ個性までは使えないってことなんだね。でもさ、戸賀卑弥呼の好きな人ってデクじゃなかったっけ？戸賀卑弥呼の恋愛対象はデクなのですが、お茶子や TWICE に向ける感情は特別なもののようで、2人のことは家族への愛情に近いものがあり、TWICE に向ける感情というのは兄弟愛のようなものを感じます。家族からの愛情を受けずに育ったから家族愛に飢えていたのかもしれないね。次のカップリングはホークスと轟冬美です。この2人が絡んでいる描写ってあったっけ？本編では2人の絡みはほとんどなく、全面戦争の後にエンデバーの病室で顔を合わせた程度の交流しかありません。しかしホークスと冬美のカップリングを熱望するファンが多いようで、ファンアートも数多く存在しています。確かにホークスが轟家と家族になればギクシャクした空気も緩和されそうだし、冬美や夏男とも年が近いから仲良くなれそうだよね。そもそも義理の父親がエンデバーっていう圧に耐えれそうな婿はホークスしかいないと思う。ホークスもエンデバーのことを父親のように尊敬しているので、轟家がより一層まとまるためにはホークスの存在が必要なのかもしれませんね。次のカップリングは峰田実と虎です。虎ってあのゴリマッチョの。タイで性転換したことで男性になった虎ですが、もともとは女性なので問題はないでしょう。峰田って元女性でも興奮できたのか。ちなみにこのカップルはヒロアカカップル界の中で最も親密な関係になっていて、裸の付き合いにまで発展しています。完全に R18 じゃん。この2人の馴れ初めは小説版で語られた林間合宿の裏側で明かされました。合宿初日で A 組女子のお風呂を覗こうとした峰田はコウタくんに阻止されてしまうのですが、それだけで峰田が諦めるはずもなく B 組女子のお風呂を覗こうと再度立ち上がります。エロに関してはオールマイトよりプルスウルトラしてるんだよな。しかし A 組女子から峰田の危険性を聞いていた B 組女子たちは入浴しているように見せかけ峰田をトラップに仕掛け撃退するのですが、峰田の尋常ではない性欲を危険視したプッシーキャッツによって彼女らの事務所に峰田は隔離されてしまいます。峰田にとってはそれもご褒美だよ。ピクシーボブが所詮思春期男子のよくある願望だと舐めてかかり、お姉さんたちと一緒に入ると冗談交じりに誘惑したことで、峰田がプルスウルトラし拘束を力技で解いた峰田は峰田と一緒にお風呂に入りたいと欲情するピクシーボブたちの願いを叶えるためにお姉様たちが待つ女子風呂へ向かいます。なんだか脳内で勝手に変換されている気がする。お風呂から魅惑のお姉様たちのキャッキャウフフする声にいろいろプルスウルトラしてしまった峰田は女子風呂に突入。湯気に包まれた裸体にしがみつき後ろから胸をもみしだくことに成功します。とても少年ジャンプではやれない内容になってきた。ついに念願かなった峰田は恍惚の表情を浮かべますが、妙に背中が広く厚みのある胸に違和感を覚えたその瞬間、湯気の中から筋骨隆々でたくましい胸筋をあらわにした虎が現れ、峰田は無事ワレーズブートキャンプの特別講習を受け煩悩を洗い流すことに成功するのでした。まあもしかしたら虎も女性時代は峰田好みの可愛いヒーローだったかもしれないし、
結果オーライってことで。次のカップリングは爆豪勝樹と島野真帆です。犯罪の匂いがプンプンするよ。島野真帆とは劇場版第2作ヒーローズライジングに登場する幼い兄弟の姉で、約10歳くらいのおてんばな少女です。かなりのツンデレお姉ちゃんだよね。勝ち気な真帆は爆豪に対しても臆することなく食ってかかる性格をしており、最初は衝突してしまうのですが、なんだかんだで爆豪に懐いた真帆はヒロアカの作中でも数少ない爆豪ファンになりました。かっちゃんって人気投票だといつも1位だけど、ヒロアカの世界では生まれてから一度もバレンタインでチョコをもらったことがないってデクに暴露されてたくらいモテたことがないんだよね。義理チョコですらもらえたことがない爆豪ですが、真帆にはかなり気に入られたようで、書き下ろしイラストなどでは真帆と爆豪のツーショットが頻繁に描かれるようになるのですが、ある日堀越先生からとんでもない爆弾イラストが投下されます。それはどんなイラストなの？それは真帆が爆豪に抱っこしてもらうために自分の個性であるホログラムを爆豪の脳みそに直接ぶち込み、意識を混濁させて抱っこさせるというかなりヤバい内容のイラストが投下されました。いろんな意味でヤバいイラストだね。ちなみにこの時のホログラムを脳にぶち込まれ、意識が混濁してよだれを垂れ流す爆豪のことを意識混濁ちゃんというのですが、第8回ヒロアカ人気投票ではこの意識混濁ちゃんが273票を獲得し、ベストジーニストやオール・フォー・ワンを上回る28位にランクインしています。意識混濁してる人に負けるラスボスって一体？ということで今回はヒロアカカップルについて解説してきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が1000いいねを超えたらヒロアカ人気投票に現れたヤバいやつらランキングも作っていこうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。クルスウルトラ